今回は酒粕香るふんわり蒸しパンをご紹介します。しっとり優しい甘さの蒸しパンで腹持ちがよくおやつにもぴったりです。失敗しないポイントなどもご説明しますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずは生地ができたらすぐに蒸せるようにお鍋にお湯を沸かしておきましょう。水が少なすぎると蒸している間に水分がなくなって空だきになってしまうので、水は多めに入れておきます。蓋に布巾や手ぬぐいを巻きつけておきます。これは蒸気で火を通すという調理の特性上、蓋に水滴がたまりやすく、蒸しパンに水が落ちて水っぽくなるのを防ぐためです。布巾を蓋と鍋の間に挟むだけでもいいのですが、布巾が下に垂れると引火の危険があるので、しっかり上に折り込むことが大切です。型も事前に用意しておきます。大きい型でも小さい型でもどちらでも大丈夫。今回使用した型は10センチ ×10 センチ、高さ5センチの耐熱容器です。きれいに取れるようにクッキングシートを敷いておきます。ざっくり十字型に切ってから型に入れるときれいに収まります。これで準備 OK です。まず酒粕 50g をボウルに入れます。今回はバラ粕を使用しています。最初は硬いのでゴムベラで練るようにして柔らかくします。酒粕がほぐれてきたら、沸かしているお湯をお鍋から大さじ1杯取って酒粕に加え柔らかくしていきます。練り粕などもともと柔らかくなっている酒粕を使用した場合は、このお湯は入れなくて大丈夫です。練り粕で作ればこのようにほぐす手間も省けるので、これから酒粕を購入される場合は練り粕がおすすめです。お湯と酒粕がある程度混ざったら、ホイッパーに変えてよく混ぜます。こんな感じにクリーム状になったら OK です。ペースト状にならずボソボソしていたら、お湯を大さじ1加えてください。卵を割り入れてよく混ぜましょう。酒粕がしっかり柔らかくなってから卵を入れるようにしてください。卵と酒粕がよく混ざったら、蜂蜜を大さじ1加えます。次に米粉 50g を入れます。ベーキングパウダーは小さじ1。ベーキングパウダーが古いものだと膨らまない可能性があるので注意です。粉っぽさがなくなるまで混ぜます。
粉っぽさがなくなったら型に移します。型に入れたら表面を平らにならします。生地を作ってから放っておくと、水分に反応したベーキングパウダーが焼く前にガスを出し切ってしまうので膨らみづらくなります。なので型に入れたらすぐに蒸し始めましょう。これは大切なポイントです。底に布巾を敷いてから型を置くとガタガタするのを防げます。さらにボコボコと沸騰した状態で蒸すのもポイント。沸騰状態が維持できるくらいの火加減に弱めていただいても大丈夫です。この状態で20分蒸します。小さいカップの場合は15分ほど蒸してください。蓋を開けるときは手前に開けるとやけどの危険があるので、必ず奥側に一度蒸気を逃がしましょう。きれいに膨らみました。ここで竹串を刺してドロッとした生地がつかなければ OK。 柔らかい酒粕が入っているので粒みたいなのはついてしまうのですが、それは酒粕なので気にしなくて大丈夫です。生地がつく場合は追加で3分ずつ蒸してください。美味しそうにできました。蒸したては柔らかくて崩れやすいので、冷めてから型から外したいと思います。ラップや蓋をして表面が乾燥しないようにしたら粗熱が取れるまでしばらく待ちましょう。冷めたら型から外し、キッチンペーパーも剥がします。触った感じはもちもちふわふわです。酒粕の良い香りがして美味しそうです。優しい甘みで酒粕をしっかり感じられます。もちもちしていて満足感があり、腹持ちもいいような気がします。あんこをつけていただいても美味しいです。米粉で作っているのでもちもち感が強い蒸しパンです。もちもちよりふわふわにしたいときは米粉の半量を小麦粉に置き換えてみてください。冷蔵保存で5日ほど持ちますが、日を追うごとに乾燥してパサつくので食べきりサイズの分量で作りました。お好みで倍量にして作ってみてくださいね。20分蒸しているので酒粕のアルコールは抜けていると思いますが、完全になくなっているかは分かりませんので、アルコールが苦手な方はご注意ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。